彩豊かに描かれた禅の祖師、達磨大師。実はこれ、空き缶と古新聞で作られています。廃材を使って高品質な作品に仕上げる、題してハイクオリティ。洋梨ではあるけれど、実は高品質でこうやって輝くんだよみたいな。当時の僕の思いもあったかもしれません。もう僕一回人生終わってるような感じで、2回目輝いたろうかなみたいな。そう語るのが今回の主人公、和柄デザインプロデューサーの西村博さんです。西村さんの店は新京極商店街の通称歌子と呼ばれるビルの2階にあります。店の名前はジャポリズム。ジャポニズムとリズムを組み合わせた西村さんの造語です。ジャポニズムっていうのは19世紀後半にフランスで起こった日本ブームみたいなもんですね。でそれにリズムというのを付け加えたんですけども、そのリズムっていうのは大きい音、小さい音、優しい音、高い音、いろんな音があります。でそれを人に例えて、大きな人、小さな人、優しい人、いろんな人がいますよね。集まっていったら面白いリズムができるんじゃないかなと思いまして。西村さんがこの店で扱っているのはすべて自作の生活用品。特に力を入れているのがキリンや清流、松高図など和柄をモチーフにした T シャツです。デザインはもちろん、時には染め付けまで西村さんが行います。自分のデザイン、自分の思い、それはメッセージであったりとか、 T シャツが一番表現しやすいアイテムであったことですね。和柄を選んでいる部分であるのが守り神的なものであったりとか、縁起物であったりとか、着ていただいた人も幸せになれるようなイメージも持って作ってます。西村さんの T シャツ作りは下絵を作るところから始まります。鉛筆でまず描いた後、もう一枚白紙を置き、筆ペンを使ってトレースします。一回描き終えたら、また白紙の紙を置き、トレースを続けます。そしてもう一回。トレースを繰り返すこと5回。回数を増やすことで毛の流れをよりダイナミックに。例えばこの絵だと胴の部分の図柄を鱗状に変えることができ、より躍動感あるキリンに仕上げることができました。このデッサンをもとに T シャツの型を起こしたり、フリーハンドで布に絵を直接描くこともあります。これは岐阜県の寺に納めるのれんです。西村さんが聖獣を描くときに心がけているのは、どこか親しみが持てる表情にすることです。T シャツにはシルクスクリーンの技法を使ってプリントします。染料は T シャツの地の色に合う色を経験をもとに混ぜ合わせます。混ぜ合わせた染料を型の上に置き、スキージと呼ばれるゴムベラで一気に染め上げます。型の緑色の部分は染料を通さないので、型をどけると柄が浮かび上がります。そして最後に篆書体で購入者の名前を入れて完成です。例えば私、増武ならこんな感じ。名前を入れることによって
オンリーワンになって、そのお客様のためだけのものになるっていう、すごい大切にしてもらいます。商品が長く着ていただけるんで。西村さんが和柄を描き続けるきっかけ、それはある仏画との衝撃の出会いにあったのです。新京極にあるジャポリズムのオーナー兼和柄デザインプロデューサーの西村博さん。西村さんの実家は建築板金を生業とし、聖国寺の塔頭、大光明寺などの修理を手掛けていました。祖父や父の仕事を現場で見ていた西村さん。そこで美術の道に進むきっかけとなる仏画に出会います。江戸中期に活躍した絵師伊藤若冲が聖国寺に寄進した釈迦三尊像です。びっくりしました。赤色がまず目に飛び込んできて、なんでお釈迦さん赤でこんな鮮やかなんていう、しかも繊細で柔らかいし、すごいなと思いまして、美術にドハマりするポイントになりましたね。西村さんは実家を継がず美術短大に入学。就職後もデザイン関係の賞をいくつも受賞しました。ところが大きい交通事故をしまして、100キロぐらいスピードで出てたそうで、自信喪失ですね。まず一番は、それまでは何でも自信満々やったんですけどね、自信がなくなりましたね。死ぬんかなっていうのもあったし、この先どうでもいいやみたいな部分もあって、自暴自棄に陥っていた西村さんを救ったのが友人の帽子を買いに行こうという一言でした。しかし似合う帽子がなく、それならばと作ったのが西村さんの実家がある西陣で盛んに織られている金蘭を組み合わせたハンチングです。西村さんはなぜ似合わないのかを考え、帽子のつばを伸ばしました。こうすることでどんな顔の形でも似合うハンチングが完成したのです。生地とか調べて組み合わせを考えていったりとか、そういうのしてるとやっぱりウキウキしてくるんですよね。自分がやっぱり好きなんで、それで自分の中の自信が戻ってくるんです。その後、事故前にも手掛けていた T シャツのデザインにも意欲的に取り組み、2007年にジャポリズムを創業します。そしてオープン直後に発表したのが、冒頭で紹介した空き缶や古新聞で作っただるま台紙のハイクオリティです。これを金属を引いてその上にペインティングしたりとか、これは気づいてなかったんですけども、これは言われたんですけど、やっぱり建築板金屋の息子やなって言われました。交通事故で一度輝きを失いかけた西村さんがまだやれるという自分の思いを込めた作品です。7月21日、閉店後のジャポリズムに西村さんをはじめあるメンバーが集まっていました。京都の伝統工芸京念珠職人からフラワーデザイナーや起業家アドバイザー、ジャポリズムでは3ヶ月に1回程度異業種が交わるサロンを開催しています。普段のその仕事の会話とかの中から困っていることとか、お互いに情報交換したり、京都の交流を深めていきましょうみたいな、そんな感じの、この会っていうのは、例えば先生がいらっしゃる、例えば北林さんとか、まさにそのマーケティングのプロみたいな方がいらっしゃるとか、それからもう千葉さんのようにも全然違う花の業界の方とか全然知らないじゃないですか。でもいろんなことをお聞きしてると、そんなんもヒントになってそういうことができるなとか。異業種が交流することで生まれる新しい発想。西村さんはこのサロンに大きな可能性を感じています。今おかげさまでジャポリズムのリズムの部分が
だいぶ仕上がってきました。いろんな人たちいろんな音合わさってきました。いいリズムができてきました。で今度はそのリズムをもう一回り大きくして、それをメロディーに、それを心地よい音楽にして、それで世界にドーンと僕たちで発信していきたいと思ってます。和柄デザインプロデューサー西村博さん。廃材でも輝ける。どんな場所でも躍動できる。文化や美意識、人と人のつながりから生まれるリズムが今メロディーを奏でようとしているのです。